はい、皆様、こんにちは。そして、おはようございます。こんばんは。宮城県で弓を引いている46歳のおっさんです。皆様、お元気でしたか？この動画を撮った日付ですけれども、12月16日、の夜ですね。この日の仙台はですね、ちょっと北風ピューピューな感じでして、的前の、カメラの方ですね、こう暗くなったり明るくなったりしているのは風がですね強くてですね、垂れ幕ですね、道場の的前にある幕が照明をね塞いでしまって暗くなったり明るくなったりしている、そんな感じでございます。ちょっと目チラチラするかもしれないんで、あまり的前凝視しちゃダメですよ。ですね、この日は、一生懸命頑張ったんですけれども、やっぱり寒くてですね、20社ずつぐらいしかちょっとまともにこう描写ができないんですよ。だいたいですね、こういった時の気温っていうのが、最初はね道場来た時は8度とか7度とかあるんですけども、どんどん、寒くなっていくんです。でだいたい終わる頃には5度とか4度、まあ下手すると3度っていう感じですね。もう手がね冷たくて足もサブサブです。それでもそんな中でも頑張ってます。ですね、今日はまずですね、チャンネルの登録者数の御礼でございます。先ほど見たらですね、180名を超えておりました。本当にありがとうございます。こんなしがないチャンネルなんですけれども、チャンネルの登録までしていただいて、高評価もいただいて、コメントまでいただいて、本当に皆様には大変恐縮で、感謝雨あられでございます。今後とも当チャンネルをよろしくお願いいたします。ですね、今日はですね、コメントの中で僕のね鮭が好きだと、言われてもう照れてしまってですね、本当にありがとうございます。そう感じていただいてありがとうございます。この部分だけはもう自分ではどうしようもない部分なので、言われると本当嬉しくなってしまいます。その代わりね、私はシャギばっかりで大敗がダメなんで、なんとかね、頑張ろうと、毎日日々、努力している最中でございます。ですね、今日はお話ししようと思ったことが一つありまして、皆さんはね弓をね引く時ですね、どうしても当たりがねちょっと芳しくないとか、鮭がちょっとね自分の思い描いてる鮭とは違うっていう部分もあると思うんです。私も大変そういう部分は経験してまして、じゃあどうしたらね鮭って綺麗に見せられるんだろうとか、どうやったら的中って取れる、安定した的中って取れるようになるのっていう部分を、自分もねもう嫌っていうほど失敗してまして、一つのね行き着いた答えっていうのがですね、これからお話しますよ。ですね、まずですね、やっぱりなんですけれども、基本は胴なんですよ。体なんです。それで、足踏みとかを結構適当にっていうかね、適当って悪い言葉じゃないんですけれども、いい加減っていうのもあれですよね、いい言葉なんですけども、本来はね、ただなあなあにやってるっていう感じではダメなんですよね、これね。ですからどうやったらいいのっていうと、道場に、必ず的をかけたらそこに立ちなさいっていう印がある道場ってあるでしょう、ね、そこに横線引っ張って引っ張ったらダメですけどね、イメージしてその線にちゃんときちんと
両足の親指ですねの先端を揃えると、ね、ここをしっかり根詰めて、きっちりやると。そして、その次にやるところは正面を向いてね、ちゃんと自分はまっすぐ立てているのか、これをしっかり確認してください。ここで胴がちょっとなんていうんですかね、的の方に傾いてたり、的と全然反対側の方に傾いてたりっていうことが起きますと、車形っていうのはやっぱり綺麗には見えないものです。ですんで、まっすぐ、とりあえずまっすぐ前見て、それで自分はここに立ってるんだと、ここを動かないんだっていうことをまず決めてください。そして胴作りなんですけれども、胴作りはどうやるのってね、本当にただね突っ立ってるだけだと、ちょっとしたことでフラフラ前にフラフラ後ろにフラフラね、そういう感じだとなかなか的中もおぼつかないですし、離れた後ね、おっと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 なんてこともあると思うんです。私も随分経験ありましてね。で、どうしたらいいのかっていうと、人間っていうのは胴作り、足踏みした後に必ず足の付け根っていうのは今度骨盤にありますよね。で、骨盤っていうのはよくね猫背になっていますと、手のひらを前にくっつけて入って差し出すときにちょうどね猫背になってる人の骨盤ってこんな角度になってるんですよ。受けてるような感じなんですよね。それだと、そういう姿勢を取るとお腹がちょっと前に出て、で背中は背もたれに寄っかかるような形で、顎が前に出て少し上を向くっていうような、そんな感じになるんですよ。でそれはあんまり良くない姿勢なんですね。猫背になってしまっている状況なんですよ。でそれを改善するためにどうしたらいいのさっていうお話でございますよね。ですんで今度はそれを改善するために今度ね、お尻を後ろにちょっと突き出すような感じでね、突き出すような感じで、今度顎を引いて胸を張って背筋を反らす、上体を反らすね。その時に肩が上がらないように気をつけてくださいね。はい、それができましたら、それが正しい姿勢ですね。でそこからその姿勢を一切動かさない、崩さないで描写をするっていうことなんですよ。簡単でしょでもね、簡単じゃないんですよ。これがすごく難しいんですよね。だってただ立ってるだけだったらできるんですけれども、そこから弓をね持って、で矢をつがいて、で打ち起こしをして第3を取って、で要は第3引き分けですよね。引き分けして下位に収まって、でそこから伸び合って、しかも離れでその姿勢を崩さずに離れなきゃなんないんですよね。これはすごい難しいんですよ。動かさなきゃいいんですけれども、この動かさないっていうのがなかなか難しいんですよね。でもやってみてください。自分の車形がすごい綺麗になりますし、もちろん的中にも影響しますよ。最初から的中は取れないかもしれませんけれども、まず矢所が定まってきますよ。やっぱりね、最初のこういう胴作りって射砲8節でもう基本じゃないですか。鳥弓の姿勢から入ってね、足踏みから入って鳥弓の姿勢が入ってってね、でそれを崩さずにっていうことですよね。ここが基本になってきますので、まずこれを徹底してください。そうすると活路が見えてくると思います。どうしてもね、やっぱり手の内とか、あと離れの出し方とか、肩のこの使い方とか、そっちに話が
言ってしまうと思うんですけれども、やはり一番大事なのは体をどういうふうにして不動なその銅作りを手に入れるかっていうのが、私は綺麗とあと的中の両立をするためには欠かせない要素だと思うんですよね。そうじゃないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、あくまでこれは私の意見なので、もし私のシャアを見てくださって、よくでこの動画のシャア見てもらって、僕の体動いてますかねっていうところをちょっと見てほしいんです。たまにね動いちゃう時はあるんですよ。でもね、それでもそういうところね、やっぱり自分でも見てんですよ。こうやってね、確認しながら編集しながら見て、失敗したなって。で、こんなのみんなにさらしちゃった、恥ずかしいなと思いながらやるのも私の精神訓練なんでいいんですよ。それはそれでね。でも基本はやっぱりそういうことなんで、もし綺麗にしたいんだね、もう的中もうちょっと安定させたい、もうちょっと欲しいね、1本でも2本でもっていう気持ちがございましたら、ぜひ取り組まれてみるといいんじゃないかなと思います。ですね、今日の自分のシャもちゃんと見ないとダメですね。今日はですね、割とですね、胸も腫れてて、それなりのシャをしてるように見えます。自分で言うのもなんですけどね。ただね、どうも手の内なんですけど、弓をちょっとこう強く握りすぎなような感じがしますね。これ僕の癖でね、どうしてもね、緊張すると手の内に力が入ってね、それが離れる時にね、ものすごく邪魔になるんですよね。分かっているんですけど、やっぱりこう精神力が弱いんですよね。怖いと同じですよね。腕払ったり顔払ったりする人が怖くて、こう目手に力入ったりするのとあれと同じですよ。それが私の場合は目手じゃなくてユンデに出てるっていう、そんな感じですね。本当にその日によってもね、だいぶ自分の社っていうんですか、大体の形は変わるようなものじゃないんですけれども、やっぱりね、こう細かく見るとね、今出ましたね。やっぱりね、手の内がこう力入りすぎて向こうずるで止まっちゃってますよね。普段はね、こんなの一切出ないの。出ないのに、こうやってカメラを自分にこう向けて、これ見られるんだよなって思うと、こういうの出ちゃうの。本当にダメだなって思います。本当にね。なんとかしたいなって思って動画を上げて訓練してます。ですね、その他にも今日はいろいろ頑張ったんですけれども、今日ですね、結果から申し上げまして、100社をやるつもりで毎日来てるんですけれども、今日は82社で、時間切れとなってしまいました。っていうのがどうしてなのかなって自分でも思ったんですけれども、やっぱりね、こうカメラ向けるとですね、回がめちゃくちゃ長いんですよね。10秒とか12秒ぐらいなんです、私の回って大体なんですけれども、今日見てると大体17、8秒だったり、ひどいのの後20秒ぐらい持ってたりとかね。もう完全にもたれですよね。早けとかの逆ですよね。あんまり良くない尺せっていう部類のものですね。私ももう全部やりましたんで、これね、早けから始まって鼻腔になって、でそれを克服した、やったと思ったら、今度こうやってね、持たれて離れが出ないと、これはちょっと大変ですよ。おかげでね、じっくりやるんだっていう風な気持ちにはなれたんですけれどもね。やっぱね、弓って非常にこう興味深くてですね、こ
こう考えっていうのが少しずつ練習してると、少しずつなんですけども変わっていくんですよね。その夢に対する取り組み方への考え方そのものが変わっていくんですよ。うん。で、やっぱりね、そういうところもこの弓道のその魅力なんですよね。なんかこう自分を磨くことで、なんかこう満足したものにこうしていくっていう感じですよね。これは人に教えるためとかそういうわけじゃなくて、あくまでその自分にっていう感じで、取り組んでるだけなんですけれどもね。でもこうやって皆さんに自分の試合を見ていただいて何かを感じていただけるのはなんかすごく嬉しく感じます。そういった意味で今後とも皆さん飽きずに見捨てずにご視聴していただけると助かります。今後ともよろしくお願いいたします。あともう一つですね、弓を上手になるにはどうしたらいいのっていうことなんですけれども、これはね難しいんですけれども、なんかいい例えないかなってよく考えたんですよ。そしたらね、私の出てきた答えってびっくりするかもしれないんですけど、お箸なんですよ。お箸日本人だったら誰でも使うお箸ですよ。で、お箸ってどうやって上手になるのっていうと、皆さん小学校入る前に保育園とかあと幼稚園とかで習いますよね。お箸の使い方。最初は赤ちゃんの時はもうスプーンとかフォークとかしか使えないと思うんですけれども、やっぱある程度のねこう物心ついてきた頃になるとお箸使うじゃないですか。でお箸を使うようになると徹底してねお箸を訓練するわけですよ。ね、食べにくいじゃないですか最初はね。それはもうスプーンとかフォークの方が簡単ですよ。刺してもしくはすくって口に運ぶだけ。お箸ってものすごく難しいじゃないですか。ね、2本のお箸をこう巧みに使って、そして物をつまんで口に運ぶってね。最初すごい難しいでしょ。で、私もね今右手だったらできるけど左手でやってみなって言われたらできないですよ。でもねこれと同じなんだったなと思うんですよね。でやっぱりねこう毎日お箸って使うわけじゃないですか。いや私はパンしか使わない食べないから箸は使いませんなんていう人もいらっしゃるかもしれないんですけれども、多くのね日本の方々っていうのはお箸を使って食事されると思うんですよ。ね、日に3食、夜食を召し上がられる方は4食とか、いや私は1日2食だっていう人いらっしゃるかもしれないんですけれども、箸をよく使う人はやっぱりお箸がどんどん上手になってくるわけでございますよ。そしてねよくお魚食べる人で綺麗に食べる人っていらっしゃるじゃないですか。見たことはないですかね。こうなんかもう焼き魚とか出てきたら、なんならその焼き魚の置いたまんまの形で骨だけ残ってるって、その姿のまま骨だけ残るみたいなね。よく私のおじいちゃんなんかもそういう食べ方してましたよ。ね、すげえ綺麗だなと思いながら、どうやったらこんな芸術作品みたいになるんだろうねってレントゲン写真みたいなねあれ見た時にはすごいなと思いましたけれども、でもやっぱりね毎日触っててやっぱりこう食べてるんだけれども、それって箸の練習してるのと同じなんですよね。だから毎日練習してた方が絶対上手になるの、これ当たり前なんですよね。人によってはね練習あんまり しなくても上手な人っていますよ。私はそういう人たちのことを天賦の才では天才って呼んでるんですけれどもね。あとこう
いろいろね頑張ってる人たちで手にこうタコできちゃったりとかね、いろいろするじゃないですかね。でたまに聞くんですけど、その手にタコできるっていうのは下手くそな証拠なんだとね。いいですよ、下手くそなんだけれどもね、私はそうは見ないんですよ。よくねタコができるぐらいまでよくそんなにね弾いたねって逆に褒めてあげましょうよね。いっぱい練習した証がタコですよね。上手い人はそもそもそんなに弓弾かないじゃないですかね。タコなんかできる要素ないんですよね。そういうふうに考えましょうね。で一生懸命頑張ってやりすぎちゃってね怪我するのは本末転倒の場合もあるんで、怪我だけは気をつけてくださいね。手の内に血まめができちゃったとかその程度だったらまだいいんですけれども、無理にね弓を引っ張ってね肘が痛めちゃったとかね、そういうことになるとしばらくね休まなきゃならないですから、それこそ弓引けなくなっちゃいますんでね、怪我には十分に気をつけて皆さん練習に取り組んでください。お願いします。約束ですよ。ですから私もね一人100社会とか毎日やってますよとかね、結構夜数かけてますよみたいな感じでやってますけれども、最初はね復帰して最初の時は10社ね10社弾いて20社なんて弾けたもんじゃありませんでしたから、もう第3からね引き分けに移れなくて、もうそこでプルプルしてるだけっていうね情けない状態から復帰してますので、皆さんねその状態からでも僕の場合だと3年4年ぐらいかな。でもコロナあったでしょね。で非常事態宣言出されて道場とかもみんな封鎖になって使えなくて、その時にね1ヶ月2ヶ月練習を休まなきゃならなかった時も、その時ですらも20社弾けなかったですよ。道場に来てねよーし弾いたるでーなんて思ってやってきたんですけれども、どうしてもやっぱね10社弾いたあたりからもう勝手よりもユンデですよね。ユンデがねもう戻ってきちゃって危ない危ないっていうんで、もうその日はそれで終わりですよ。でそこからだいぶ苦労したな。もう1日ね5本、10本 10社は弾けなかったな。やっぱり1日5本ずつくらいなんとか頑張って矢数をかけられるように、大体はね力んでとかが多いんですけれども、やっぱりね毎日やってると余計な力が抜けてきて、その弓引きの体になっていく、そんな感じがいたします。100射引くのに確かにね力はいるんですよ。でもできるだけその体力っていうものに頼らず、そういうなんていうんですかね、引き方とか骨格とかねで力まないということで体力を温存して、で100社まで全然つなげられる体を作っていくっていうことが必要になってくるわけでございますね。だからいきなりやろうとしてできるものではないですし、やるんだったら少しずつですよね。それでも1日1社でも多く弾けるようになったらもう万々歳です。よくやったって自分を褒めてあげてくださいね。はい、動画も、終盤に差し掛かってまいりました。
今回の動画も見てくださって本当にありがとうございます。この動画が、このチャンネルがいいと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。コメントの方も、たくさん、いただいていつもありがとうございます。今後ともコメントの方どしどし、いただければ、嬉しく思います。では今回の動画は以上となります。次回の動画まで皆さんお元気でいてくださいね。約束ですよ。じゃあ、本当に動画の方これで締めくくりたいと思います。では皆さん次回の動画までお元気で。じゃあねー。